皆さん、こんばんは。すずかです。すずかのポッドキャストへようこそ。金曜日ですね。今週1週間も本当にお疲れ様でした。それと、私、チャンネル登録者数が1000人になりました。嬉しい。本当にありがとうございます。こんなに早い時間に、こんなにたくさんの人に見てもらえるとは思ってもいなかったので、本当にびっくりしています。幸せです。私が最近朝起きて一番最初にすることが、皆さんからのコメントを見ることになっています。すごくね、楽しいです。皆さんの自分のお話をしてくれたり、動画こんなの撮ってほしいですっていうコメントありがたく読ませていただいています。これからもよろしくお願いします。頑張ります。では、今日はね、金曜日ということで、花金の話をしようと思っています。花金って何かっていうと、週末、土曜日、日曜日の前のもう開放感を全力で楽しむ金曜日の夜のことを花金と言います。花の金曜日とか華やかな金曜日っていう風に言うことも多いです。そしてそんな花金なんですが、花金の過ごし方はきっとたくさんありますね。お酒を飲む人もいるし、趣味の生活をする人もいるし、勉強とかね、そういう風に時間を使う人もたくさんいますが、やっぱりお酒を飲む人が多いんじゃないかなという風に思います。なので今日は日本のお酒の文化について一緒に話していこうかなと思っています。そして最近日本のお酒の文化が新しくなったというのが話題になっているので、今日はね、昔の日本の文化と今の日本のお酒の文化、2つについて一緒に話していこうかなと思っています。今日も最後までよろしくお願いします。ではですね、早速やっていきましょう。まず、昔の日本はどうだったのかという話から先にしていきたいと思います。昔の日本はね、ノミニケーションという単語がありました。なんじゃそりゃっていう話なんですが、ノミニケーションっていうのが、会社の飲み会も仕事の一つだと言われていることをノミニケーションという単語を使っていました。ノミニケーションはね、本当に出席しないともうダメ。もう必ずこれは仕事だから強制参加みたいな感じですね。そして怖いのが、自分より上の人、先輩、上司の方にお酒を継がれたら、もう無理してでも飲まないといけないっていう、そういう文化でした。お酒をちゃんと飲まないと、あるいは飲み会に出席しないと、社員のまんま、もっと上に行けない、出世できないっていう風に言われてたくらいだそうです。でも、こんだけ飲ませる文化なので、その代わり、酔っ払って言ってはいけないことを言ってしまったりとか、あるいは酔っ払ってしてしまう失敗っていうのはちょっと笑って許される雰囲気だったそうです。まあでもね、今も駅のホームとか、ちょっと夜中、朝方とかね、道で寝てるサラリーマンとか見たことありますか？日本で。結構ね、いるんじゃないかなって思うんですけども、これも、これから始まったんじゃないかって言われているそうです。そして、日本の文化の一つ、これは良くない文化ですが、一気飲み文化というものが
あります。ありましたというのが合っているかもしれません。大学のサークルとか、あるいは会社の歓迎会など、ちょっとみんなでお祝いモードの時は特にコールに合わせて一気にこのお酒をね、ガーッと飲む、一気に飲み干すっていうのが一気飲みっていうものなんですが、一気飲みをすることによって、ノリの良さ、お酒の強さ、そして根性っていうのをつなげられて、無理に飲ませられるっていうのが本当に多かったんです。でもね、これ本当に危ないですよね。だって日本ね、あんなジョッキのね、やつわーって飲んだら急性アルコール中毒とかになって倒れてしまったりとか、ちょっと残念だけども亡くなる人とかも増えてしまったので、今は一気飲みっていうのを厳しく禁止されています。居酒屋とかでも一気飲みしないでくださいっていう張り紙が貼ってある居酒屋も最近はね、多いですね。一気飲み良くないですね。なので今までね、話してきたこの文化からいくと、お酒飲めない人ってすごく辛い雰囲気ですよね。しかも、こんだけ飲む雰囲気なので、お酒を飲めない人を、その場をしらけさせる人のように扱うっていうのがあったみたいです。しらけさせるは少し難しいですね。しらけさせるっていうのは、楽しいこの雰囲気を壊すっていう意味になるんですけども、やっぱりね、そうなので、そのお酒飲めない人嫌がったりとか、そんなことが多かったようです。ですが、今はちょっとね、変わってきているみたいですよ。欧米の Z 世代が中心にソバーキュリアスというのがちょっと話題になっているようですね。それで、そのソバーキュリアスって何なのかっていうと、あえてお酒を飲まないとか、少しだけお酒を飲むっていう人たちのことを言うようです。じゃあ、このソバーキュリアスなんでするのっていうのを調べたんですが、二日酔い、お酒を飲んだ次の日も体ちょっと大変ですよね。飲みすぎるとね。そういうの、二日酔いって言うんですが、この二日酔いで休日、休みの日を無駄にしたくないっていう意見が一番多いみたいです。これを見ている方の中でも、二日酔いで休日を無駄にした経験がある人がいるんじゃないかなと思います。私も二日酔いで休日を無駄にしたこと何度もあります。それでね、もうお酒飲まないとか言ってまた飲むんですね。他にもね、趣味とか勉強に時間を使いたいからお酒は大丈夫、いらない。自分の時間をもっと大切に使いたいっていう人が増えていることで、こういうね、文化がどんどん増えているようです。そして、これを文化の始まりの中の一つに、コロナがちょっと関わっているみたいで、コロナの後から自分の健康だったりとか、体調の管理、自分の体のコンディションっていうのを気にする人、管理する人が本当に増えているようです。そして、そういう管理する人たちが、あれ？お酒減らしたから、睡眠も、もっとぐっすり寝れている感じがするし、お酒を減らしたら、次の日のお仕事とか
勉強とか、家事のこととか、なんかこれパフォーマンスが落ちないでいいんじゃない？しかも、なんか肌の調子もいいんじゃない？みたいな風にどんどんなってって、それで、今ね、こういう風に考えている人がどんどん増えているので、ノンアルとかビアルっていうのが増えているんです。ノンアルっていうのが、ノンアルコール、アルコール入ってないですね。そしてビアルの方が少しのアルコールです。そしてノンアルとビアル人気の理由がまだあって、カロリーとか糖質っていうのも普通のお酒に比べて低いのが多いみたいです。なので、ダイエットしてるけどお酒飲みたいっていう人とか、ちょっと単語難しくなりますけど、血糖値の管理をしている方のためにも、こういうノンアルとかビアルっていうのを選ぶ人が増えているみたいです。そしてね、今のこの時代ですから、SNS がすごい普及していますよね。なので、酔っ払いを見る目が少し変わってきています。酔っ払って変なこと言ったり、何かこう失敗した、そんな自分の姿が誰かが撮っているかもしれない。そしてその誰かがどこかにアップロードするかもしれないっていうリスクが今の時代の人にはちょっとね、ありますよね。なので、そういうので、限界までお酒わーって飲んで盛り上がろうみたいなのよりも、シラフ、お酒がもうほとんど入ってない状態で、スマートにね、このお酒の場だけ楽しむっていう人が増えているみたいです。それがスマートなんじゃないか、いい考えなんじゃないかって思ってる人がね、増えているようですね。まあ、それにしても、ノンアル、ビアルが人気がどんどん出てて、新しい商品バンバン出てる状態なんですけども、これが売れてる理由の一つの一番大きい理由として、味が変わったからじゃないかって言われているそうです。ノンアルって聞くと、美味しくないんでしょみたいな、こういうね、勝手な考えがありました、私も。でも、ノンアルが美味しくないっていうのは、もう昔々の話で、本当に美味しい商品が増えているので、昔はノンアルはノンアルはビールじゃないというか、ノンアルはお酒じゃないっていう風に言ってる人が本当に多かった反面、今はね、いや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 、美味しいじゃない。もうお酒じゃないっていう人がね、増えているんですね。特にビアルの方はですね、お酒は弱いけど、でも、この食事に合わせて一緒にお酒が飲みたいとか、酔いたくはないけど、飲む人と同じペースで飲みながらこの雰囲気を楽しみたいっていう人に人気があるようです。簡単にまとめると、昔は、そうだな、お酒飲むのが当たり前、お酒飲む人が最高っていう文化があったと思ったら、今はそれぞれのペースで楽しもうね、みたいな、ちょっとゆるくなりましたよね。すごいいい文化です。ちょっとお酒の話をたくさんしてきたので、お酒の失敗についても一緒に話していきましょうか。皆さんはどうですか？お酒飲むとどうなりますか？いろんな人いますよね。こうなんか、めちゃくちゃ笑う人とか、怒っちゃう人もいますね。ちょっと喧嘩っ早くなったりとかね。あとは、めちゃくちゃ話し始める人。
もうカラオケに行きたがる人、眠たくなる人、いろんな人がいますけど、皆さんどんなタイプですか？ちなみに私はお酒酔っ払うと2つのタイプが出てきます。1つ目は泣きます。もう泣く。最近はそんな酔っ払うまで飲むこともないし、そこまでね、なんかわーって泣いたりはしませんけど、もう20代前半の時とかね、よく泣いていました。特にちょっと女性の方は、ああ、わかるわかるって思うんじゃないのかなって思うんですけど、女は一人が泣き始めると、みんな泣きませんか？なんかね、涙が映るんですね。はあ、悲しい。なんか私もみたいになってしまって、みんなで泣くっていうね、経験があるんじゃないかなと思います。私もそのタイプでしたね。そして私は若い時泣き始めるタイプでした。なんか友達のありがたみとかが突然わーってくるんですね。みんなありがとうとか言いながらね、泣いてますね。そしてもう一つあります、私。同じ話何回もするみたいです。でもこれ本当に私、記憶がなくて、同じ話をしている時は、20歳の時かな。本当に昔ですけど、友達と一緒に飲んでいて、私の友達が私のことスータンって呼ぶんですけど、友達が突然、スータン、それ3回目だよって言われて、3回目って言ったら、もう一人友達いたんですけど、3回目3回目ってなっててね。あ、私同じ話何回もするんだって思ったら、他の友達からも言われたり、あ、私の酒癖なんだなって思っています。皆さんの酒癖もよかったらコメントで教えてください。ちなみにですね、私、そうです。お酒めちゃくちゃ好きです。大好き。何でも飲みたいです。お酒の味が好きなだけで、お酒自体強いかって言われるとそうじゃないので、なのでね、さっきみたいな失敗が起こるんですね。それで私が今飲んでいるのはノンアルです。あ、たまには普通のお酒も飲むんですけど、基本的に飲むのがノンアルのビールを飲んでいます。ノンアル始めた理由っていうのが、何個かあるんですけど、ダイエットもそうだし、何よりも私、お酒たくさん飲みたいんです。美味しいからたくさん飲みたいけど、酔っ払うので合わないんですよね。このアルコールと飲みたい私の気持ちと。それで、でもなんかノンアル美味しくないっていうイメージがあったのでやめていたんですけど、飲んでみたらね、もうビールですよ、本当に。全然ビール、全然ビール。なのでね、本当にビール大好きな私がノンアル美味しいって思うんだから、ね、どうですか？飲んでみてはいかがでしょうか？ねえ。しかも私、日本語のレッスンをやっているので、夜忙しいんですね、どうしても。でもほら、夜ご飯食べながらビール飲みたくなる時あるんですね。でも、授業の前に飲むわけにもいかず、ノンアル、ね、いいですね。それで、ちょっと気持ちが楽です。うん。そして私、少し前の動画でも一回お話ししているんですけども、私のお母さんもお酒大好きな人で、でも昼からね、ちょっと私たち時間合う時が多いんですけど、電話しながら、
ちょっとノンアル一本だけ飲みながら電話するとか言いながら、お母さんと2人でね、昼からノンアル飲みながら電話することも本当に多いです。いいですよね。昼からお酒飲んでも酔っ払わない、アルコールが入ってこないっていうのがね、すごく魅力的だなっていう風に思っています。今、あんまりノンアルにいいイメージがない方でも、ちょっと今日の私のポッドキャスト聞いて、ちょっと試してみようかなって思った人に、私のおすすめをちょっと紹介していこうかなと思います。ビールですね。ビールから。アサヒのノンアルはもう本物です。これは。ノンアルがノンアルじゃないので、飲んでください。本当にもうみんなね、よかったらアサヒのノンアルを日本に行った時でもね、ちょっと飲んでみてください。そうだな。他のノンアルもちょっと飲んでみましたけど、私は個人的にアサヒのノンアル一番美味しかったです。ちなみに私のお母さんもアサヒのノンアルばっかり飲んでます。ですが、私は今、アサヒのノンアルを買えません。日本にいませんので。なので今ね、私が飲んでいるのは、クラウドっていうところのノンアルコール、ビールを飲んでいます。韓国にいる方々、よかったら挑戦してみてください。美味しいです。クラウドのノンアルも本当にビール。ですから、私のおすすめ2つ。アサヒとクラウド。ちょっと売ってる国が違うんでね、どっちも試してくださいっていうの言えないのがちょっと残念なところなんですが、よかったら皆さんも挑戦していただけたらなと思います。あと私日本に行った時にハイボールの BR の方と、あとレモンサワーのノンアルとジャスミンハイかなんかの BR を飲んでるんですけど、名前がわからなくてちょっと探したんですけど、検索に出てこなくて、ちょっといつか私がね、日本にまた帰った時にでも別に買って、もう一度紹介動画みたいなのを撮りたいなというふうに思っております。お願いします。ではですね、今日はちょっと日本のお酒の文化についてたくさん話していきました。みんなのおすすめとかがあったらね、私にも教えてほしいなっていうふうに思いますし、一番気になるのは、皆さんがお酒酔っ払ったらどうなるかっていうの気になっているので、よかったらね、コメントでどんな酒癖があるのか教えてください。では皆さん、週末、ゆっくりゆっくり休んで、また来週頑張るためのエナジーを充電してくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日の動画が良かったなと思ったらチャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンをお願いします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。また次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございます。またね。バイバーイ。